今回は前回の続きです。交換が効かない年代物の建具の補修を遠方からの持ち込み依頼をお受けしました。標準に仕上げようと焦りで空回りしてしまい、結局冷静になろうとお時間をいただいて、次の日に何とか仕上げました。しかしほっとしたのもつかの間、次の日の朝、建具の割れを発見。心折れそうになるも、自分の信頼している補修屋の松葉さんに相談することにしました。今回は松葉さんに建具の割れと全体の色の修正をしてもらった動画です。まず亀裂が入っている部分にカッターで筋を入れ広げます。そこへアルテコを入れ、硬化後ポリパテを打ちます。ポリパテですね。アルテコだと平らになんないなと思って。歪んでるんですよね、きっとね。ああ、そうかもしれないですね。ちょっとこれで一旦15分ぐらい。硬化を待つ間、色を決めていきます。赤、黄色、黒、紙コップに取り混ぜていきます。プラス金色のパール粉を追加していきます。全然違う。いや、でもそんなに悪くないですけどね。どうしても途中でこう。僕も緊張です。これよりも良くするの考えたら。そうこうしている間にパテが硬化しましたのでサンディングをしていきます。また全面的に手を入れるためにサンドペーパーで足付けをします。エアブラシを拭くため左右に見切りの良いところでマスカーを貼ります。まず筆でパテ目を消していきます。ベースになる色をエアブラシで拭いていきます。全体的に拭いています。口径は 0.3 とのことです。やっぱちょっと金銀が絡むのかなっていう感じしますけどね。金に入れたんですか？いや、これはまあまだ多分これを潰すのが今。でもやっぱりこれも角度によってはかなり濃く見えるのかなみたいな。面相筆で下地になる部分をパールを混ぜた明るめの色で塗っていきます。筆の動きがよどみないところです。これは大いに見習いたいところであります。色を置いてしばらく経つと溶剤が消えたところで色が馴染んでいきます。全体的にしつこくならないように色を配置していきます。下の部分は今度は割れてないようです。マスカーを外していきます。
サンジングシーラーを打って色の変化を見ます。木目の濃い部分はステインを使って描いていきます。描きすぎないように注意を払っています。既存の部分との境の部分、黒ずんでいるところに明るい色を足してぼかしていきます。こちらで完成となります。やれといえば無限にやってられるんで。今回亀裂が入ってしまったのは、ポリパテを入れる範囲が狭かったことと、下地をうまく固めることができなかった点に尽きると思います。ベースをドンピシャに合わせるように持っていってしまった点。乾燥すると艶が引けて色が濃く見えてくることがあります。そこまで考えて調色をするのが大事だと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。LINE ではオンライン講習会などの情報を発信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。